こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザースケルトンにボコボコにやられました。壁際に挟まれて、短い時間で大ダメージ受けてしまったわね。さて今回はまず、1時間ほどネザー要塞にこもったままで探索してみます。要するに、今までのように時々外出せず、きっちり引きこもるのね。はい。実言うと10チャンク検証が終わった時点から、意図的にネザー要塞にこもったまま探索し続けていたのですが、前回死んで途切れてしまった次第です。先ほどはいたこの3体は、まだディスポーンしてないですね。すでに一度は128メートルより離れていますが処理されてません。今までと同様ね。拠点付近に新たにゾンビピッグマンが湧きました。最初にはいた3体はまだディスポーンしてません。だいぶばらけたわね。さっきはいたこちらの1体もディスポーンしてませんね。こちらも一旦は128メートルを超えているんですが、最初にはいた3体のうち1体が、14分ほどでようやくディスポーンしました。お、拠点付近の1体も消えました。同じようなタイミングで消えましたね。さてこれをどう考えるべきか。久々にウィザースケルトンが湧きました。これで126体目。おお、ここにも湧いてる。いっぱい湧いて美味しいです。でも湧き加減は悪くなってるような。群れの湧き数は、死んだ以降は激減してますね。131体目とゾンビピッグマンの親子連れが湧きました。ここも探索中に128メートルを超えるエリアです。お、25分ほどで、最初にはいたゾンビピッグマンの2体目がディスポーンしました。ディスポーンするのに随分時間がかかったわね。1回探索するごとにだいたい2分ですから、今まで20回以上は、秒が距離圏内かつ128メートル以上の距離にいたタイミングがあったはずなんですが、やはり128メートルのディスポーンが機能しなくなっている、ということなんでしょうか。お、湧いたの確認してから37分ほどで、ようやく3体目が消えました。32メートルと128メートルのどちらのディスポーン処理がされたのだろう。134体目です。あ、トロッコ奪われたかも。普通に間に合いました。まあ、ディスポーンしづらいものね。いえ、トロッコを盗まれた後、秒が距離端あたりでトロッコが置き去りになっていたことが多かったですよ。そういえばそうね。トロッコに乗車したモブはディスポーン処理の優先順位が高い、とか？いえ、今までトロッコを奪ったモブは、大体はいたばかりのモブですよね。前回の、新たに湧いたモブの方がディスポーン処理の優先順位が高い、という予想と一応合致します。ただ、秒が距離圏外から入ってきたモブがどう処理されるかによりますけど。ブレイズとゾンビピッグマンが湧いてますね。そろそろ、一つの群れで何種類かのモブが湧くことがあると、考え直すべきですね。今までスケルトン系以外は別々の群れとカウントしてましたが、失敗だったようです。また過去のデータに遡って再調査する？やった方がいいでしょうね。ここで親子連れの子供がディスポーンしたようです。湧いてから20分弱でした。ブレイズと一緒に湧いていたゾンビピッグマンが4分ちょっとでディスポーンしました。おっと、やっと新たに湧きました。まあいいか。うわなんか向かってきてるし。正面衝突回避です。お、またゾンブレの群れです。モブの群れは4体が上限らしいので、これも多分一つの群れではいたのでしょうね。
よいしょっと。今回も、最後にモブを見た地点の大体秒が距離端あたりで取り返しました。ここの親子連れの親も、約30分でようやくディスポーンしました。さてぼちぼち終了です。ここまでの探索結果ですが、1時間換算では群れの湧き数は13群れでした。なお、前回とカウントの仕方を一部変えています。10チャンク検証までは遡って調べ直しました。さて、ゲームを一旦切って再スタートです。ここで、グラフィックを描画優先、パーティクルを全てに戻します。やっぱり綺麗な方がいいものね。さてと、予定していた検証はこれで終了しました。ここからは、今までの経験に基づいて頭を集める良さげな方法を試し始める、という予定だったのですが、材料が足りず、良さげな方法が確定できませんでした。ほんと難しいです。前に良さげな方法として2つ挙げてたわよね。ネザー要塞を普通に探索しますが、時々どこかのポイントで留まって脇を回復させる、という方法と、広めに整地して見渡せる場所に留まって枠のを巻く方法ですね。後者から試してみます。うまくいけばこれで終わり。もしダメでも、モブのディスポーン処理される優先順位の手がかりが見えてくるかもしれません。整地する場所はこの場所を選びました。事前にある程度整地済みですし、通路が比較的密集していますから。あと、右側には溶岩の海があり、埋没しているエリアが少ないはずなんです。建物構造上としても、立地条件としても、脇率は有利なはずです。アイテム整理してる間に湧いてしまったので買ってきます。さてあとは、リスポーン拠点で防具を修理してきますね。途中で壊れてしまったらシャレになりませんので、先に直しておきます。備蓄してた鉱石で経験値を貯めました。まずはレギンス。あとブーツです。レッドストーン鉱石は使い切ったので、あとの貯金はラピスラズリ鉱石だけになりました。あれ？こんなところに湧いてる。ネザーレンガの位置から考えると、湧いたのはネザー要塞の外よね。やっぱり、ネザー要塞から数ブロックずれたところも稀に湧くみたいですね。さて今度こそ整地作業をしに行きます。これで135体目です。さて整地の目的地に着きました。どこから手掛けましょうか。それより、このレールはどうするの？そのままでいいんじゃないかと思います。おお、落ちたら死にそう。あや、湧いてますね。アイテムがいっぱいになったので一旦拠点に置きに行きます。あれ？なんかいつもと違って開放感が。まさか、チャンク抜けじゃない？セーブデータ壊れちゃったりして。はっはっは、まさか。おお、塞がってる。よかったー。しかし、なんで突然チャンクが抜けてたんでしょうか。今回の企画では、ここまではっきりとしたチャンク抜けは見たことなかったんですが、別に特別なことはしてなかったと思うんですけど。整地しちゃいけないところを整地してしまったのよ。お、ゾンビピッグマンが湧きました。まあ気にせず整地を進めます。お、今度はウィザースケルトンです。3体湧いて、これで138体になりました。またインベントリがいっぱいになってしまいました。また？調整が下手すぎない？ネザーラックを掘る量と、壁や地面作りに必要なブロック数が分かりづらいんですよ。ここだけ掘ったらまた拠点に置きに行きます。お、
今度はチャンク抜けしてないですね。よかった。さて、あと10分ほどで整地作業が完了しますから、226回目の探索はかなり長くなる予定です。これで139体目です。ちなみに5個目の頭が出る期待値は143体です。そろそろ出てもおかしくない頃ですね。さて、あとは壁作りなのですが、作業中にゾンビピッグマンに押されないかと心配です。なので、突き落とします。そしてうっかり自分が落ちるのね。慎重に行いますよ。うお怖い。さらばゾンビピッグマン。あれ？落ちましたよね？何かわからないことが起きたようです。どうやら無駄みたいね。そのゾンビピッグマンはまだ死ぬ運命ではなかったのよ。お、でっかいのが湧きました。トロッコをぶつければ乗せられるそうなのでやってみます。乗ったの？これ。食べたんじゃない？押してみたんですが、ダメージ受けてしまい動かせないっぽいです。残念、バビューンって動くでっかいの見たかったわ。さてと作業の続きを。ガスト？どうしよう。どうやら疲れて休んでいるようね。チャンスじゃない？弾撃ってきませんね。気づいてないのかな？あっさり倒せました。ここの屋根は、たまに下の通路からブレイズの音がしてた場所です。ここだけブレイズが湧いたのね。多分、段差があるところに湧いたのだと思います。さて、大体整地作業が終わりました。あとはウィザースケルトンが湧くのを待ちつつ、その他のモブがディスポーンするまでの時間を測ったりしてみます。まあまあのペースで湧くならよし、だんだん湧きにくくなるならなったでまた何か見えてくることを期待します。それでは今回はこの辺で。ではまたね。バイバイ。